今回はね、耳の付け方、耳の内側の付け根、ここをね固定しちゃいます。眉間までのこの距離。はい、お疲れ様です。日体前の北川です。今日もね、フェット教室始めていきたいと思います。今回はね、耳の付け方、みんなね、あんまりうまくできないので、ちょっとね、実演して解説しています。で、耳の付け方は動画の中でも何点かね、ポイント紹介してるんだけれども、大事になってくるのが、このつけるこの角度、このね、あまり外側に寝すぎないようにするっていうことと、あとね、この耳と耳の距離、あまり近いとおかしくなっちゃうし、あとね、この耳のこのつける位置、前後差ってどれぐらいのところにつけたらいいのかとか、いろんな疑問があると思うから、ちょっとね、そんなところの解説をしていきます。あとね、これちょっと全然別の話なんだけど、9月から始めますって言ってた犬の技術アップ講座、これね、結構問い合わせ今ちょこちょこ来てるんだけれども、今ね、ちょっと申し訳ないんだけども、僕の方がね、ちょっと忙しくてちょっと対応できそうもないので、ちょっとね、今遅らせようかなと思ってます。まあ、いずれにせよ年内にはね、犬の技術アップ講座はやろうとは思ってるんだけども、ちょっとね、今月中に出せるか出せないかだと思います。始めれるか始めれないか。ちょっと楽しみにした人はね、ちょっと申し訳ないんだけどね、もうちょっとね、待ってください。ちょっと僕の方のね、準備が整い次第でね、始めれたらなと思います。はい、そのところでね、話は戻って、今日は猫の耳の付け方のね、動画です。はい、本編ご覧ください。今回はね、耳の付け方みんな苦労しているので、ちょっとね、実演しながらね、解説していきたいと思います。まずね、耳の付け方何種類かあるんだけど、今回はね、ちょっと簡単なやり方で教えていきます。僕、ちょっと待ち針とか使わないで直接やっちゃうんだけど、まあ、待ち針使う人は使った方がいいかな。で、まずね、装着位置にこうやって合わせてあげて、で、指で形整えながらね。で、こんな感じで僕はつけるんだけども、で、まず、スピード針で、装着ポイントに、まずね、耳の内側の付け根、ここをね、固定しちゃいます。で、ここを起点に今、起こしたの分かります？ぐっと耳を起こして、耳の角度をね、調節してあげる。そして、いい角度になったら、この外側、耳の付け根の外側、エラの部分に当たるところ、そこをこうやって固定していきます。でまずはね、今こう一直線に刺していってるけど、こんな感じで刺すと、こっち側も今針置いた線で、こういうふうにまず簡単に仮付けしてあげます。すると、だいたいね、自分の狙ってる角度につくようになります。で、これ、耳の内側の装着ポイント、付け根っていうのはだいたい目頭の延長線上ぐらいにするとちょうどよくなります。で、次、ここは目尻からの延長線上に来るように耳の外側の付け根が来るとだいたいちょうどよくなります。あともう一つね、その前後の位置っていうかな、だいたい僕ね、こんな感じでやっています。だいたいこの鼻っ柱から眉間までのこの距離、そこが同じくらいになるように。とはいえ、これはもうその子の個体差があるので、一般的にこうモデルなしで猫を作るときはそんな風にするとね、うまく作れるんじゃないかなというところですね。で、あとはね、余分なところをこうやって貼り付けていきます。これね、あんまりね、この余分な場所が多い人はハサミでカットしてしまっても構いません。僕は基本的にはね、こうやってね、もう全部貼り付けちゃいます。この辺の作業はね、ちょっと2倍速で流していきます。で、だいたい貼り付いたらね、今これ見てほしいんだけど、これ分かります？それぞれのね、内側外側の付け根をしっかり固定するために、針を縦に入れて、分かるかな？この薄い耳の厚さあるじゃないですか。その厚さの中に針入れて刺してるんですね。するとある程度固定できるから。でね、ちょっとね、長さ的なものを簡単に説明しておくと、
一つの目安ね。僕目視でやるからなんだけども、これちょっと分かりにくいね。だいたいね、顔の半分くらい、耳の付け根から先端までの長さと、耳の付け根から顔の真ん中ぐらいまでの長さがだいたい一緒になるようにしてあげると、だいたいちょうどよくなるかな。次はね、反対つけていきます。同じように場所が決まったら、しっかりとスピード針でまず仮止めをする。僕ね、待ち針とかね使わない理由は、そもそもね裁縫セット持ってないから待ち針ないよっていう話もあるんだけど、他ねニードルとかで押さえてやった時もあるんだけど、ちょっと浮いちゃうでしょ。それとなんか装着のイメージがなかなか湧かないから、僕はだからね、どうせすぐ剥がれるし、とりあえず軽くもう直接つけちゃうっていう方法をとってます。こんな感じでね、付け根をしっかり押さえて、今これちゃんとくっついてないんだよね。これね、ちゃんとくっついてない理由はね、耳のね、付け根がね、弱いんです、これ。だからある程度の厚さがないと付けにくいから。で、外側も一緒ね。で、大体よかったら貼り付けていく。ここはね、ちょっと2倍速にします。この辺はね、もう本当邪魔にならないようにしっかり貼り付けていく感じです。で、さっきも言ったけど、あまりね、この余白分っていうかが大きくて邪魔だったら、ハサミでカットしてもいいし。僕はね、なるべくね、カットしないで貼り付けます。なんでかって言ったら、カットしちゃうと、そこ段差できちゃうから、それ埋めるのもちょっとめんどくさいんで、しっかりなだらかになるように貼り付けていきます。でね、これね、耳ちょっと正面から見て、やっぱりね、左右しっかり合わせるっていうことと、もしちょっと長ければ、こうやって耳の外側の付け根の部分、少しね、刺してあげると短くできるので。で、ここからね、ちょっと別の作業ね。今、全体的に貼り付けたから、今度、そこのね、段差をなくして滑らかにするように、ランビエをね、一度こうやって貼り付けます。で、綺麗になじませてあげるっていうことと、あと上から貼り付けることでより耳をしっかり押さえることができる。で、これはね、差し固めた装着した位置、耳の付け根ギリギリのところを狙って上にかぶせてます。これもね、スピード針でやった方が多分ね、刺しやすいと思いますよ。まずは全体的に貼り付けていく。はい、ここまでちょっとね、2倍速にしていきます。この辺の作業はね、そんな難しいことじゃなくて、ただ貼り付けていくだけなので。で、ここで気をつけるべきことと言ったら、僕結構過去作品ね、こうやって作ってて、こうやって刺すでしょ。するとね、気づいたらね、後頭部が結構へこんでて、絶壁になってることが昔の作品多くて、でよく後から肉付けして直したりしてたから、横から見た時のそのバランス、後頭部しっかりね丸く作れてるかどうかっていうところもねチェックしながらやった方がいいです。もちろんね、長すぎてもおかしいしね、適切な長さでしっかり形を作ってあげるっていうことが大事です。はい。でね、次ね、今この作業、これ何やってるかっていうと、これね結構大事です。これね、耳の形を整えてます。どういうことかというと、右側の写真のようにこう耳の外側丸くなっちゃう人すごく多いんだけど、これだとねちょっと猫らしくないのね。こう比べたらわかるでしょ、シルエットね。だから耳の外側はなるべくまっすぐになるように形を整えてあげると、より猫らしい耳が表現できるので、そんな風にねやってみたらいいんじゃないかなと思います。あとはね、またしっかりと固定するために内側からこうやってね、耳の厚さの中に針を入れて固定していきます。これね、ここをずっと刺してるだけでも微妙な長さの調節とかもできるんで、これはね覚えた方がいいです。結構使える技なんで。あとそういう微調整やってたら外側ちょっと歪んできたりするから、立体的に作ってるからね。そういったところも軽く刺してやればこうやって整えていくことができるので、ここもしっかり。
で植毛っていうかね、しっかりもうすでに色を貼り付けてあるので、そういったのも崩さないように、細針とか極細針でね軽くちょんづきして形整えてあげたら、貼り付けた毛もあまり傷めずにね整えることができるので、そんな風にねやってみてください。はい、ここからちょっと作業をね2倍速にしていきます。やってるのはね微調整です。全体的な形を整えたり長さ調節したり、特にね左右の耳の長さね不均等にならないようにもう微調整です。これはね。で長さ整えるのはもうこうやって耳の根元しっかりさしてあげることで微調整できるから、もうとにかく一発で決めようとしない、何度も何度も微調整をする。はい、これね今ね薄いピンクのわたわたです。でこれをねどうするかっていうと、この耳の内側補強するのにねこういう風に刺してます僕は。でね今回ね見てわかると思うんだけど、いつもなら耳の内側自体もピンクにしてるんだけど、今回ねしてないんですこれ。でいうのはちょっとね今僕違う全然作り方っていうかな、耳の作り方をちょっと変えていて、耳の内側はなるべく分厚くならないようにと思って染めることにしました。で今はね耳の内側は作ってから染めるようにしてます。でねこの染めるっていうやり方はねちょっとね何を使ってるかとか、あと実際どうやってやるかっていうのはねちょっとねYouTube では言わないです。なんでかって言ったら僕の方でまだしっかり確立できてないので、そこがしっかりできて、みんなに教えてもいいかなっていう時にはねしっかり教えたいなと思います。はい、じゃあね反対側も同じようにこの耳の付け根ね、ここをしっかりと、これもねガチガチにする必要ないですよ。ある程度しっかり押さえれてればいいです。あくまで補強程度の話なので、こんな感じでねやっておくといいんじゃないかなと。はい、ここからね作業2倍速で回していきます。あとはねもうほんとここまでやったらねもう極細針で微調整です。もう形をしっかり作っていく。あとはその正面から見た時の耳の形ではねやっぱりその耳の外側の膨らみをなくすとか、あと耳の角度だとか、そういったところをねちょっと微調整しながら整えていってください。はい、こんな感じですね。で長さ的にちょっとどれぐらいになってるかというと、さっき説明したように顔の半分くらいの長さにするんだけど、例えば内側今これ大体ね3センチぐらいで、外側はってね4センチくらいなんですよ。内側の長さと外側の長さは同じだと耳すごく外側に寝ちゃうから、だから大体目安としてはねこれぐらいで、今ね 12mm の目玉を使って作品作ってると大体ねベースの縦の長さが5センチ、横の長さがね 5.5 センチくらいなの。そのベースに対してだったら耳の長さは内側3センチ、外側は4センチくらい、それぐらいになったらね大体ちょうどいいんじゃないかなと思います。はい、そんなところで。はい、というわけで今回はね猫の耳の付け方についてね解説をしてきました。でいろんなやり方もあるし、僕もねこの付け方以外に他のやり方も紹介したりしてるんだけども、やっぱりなかなか難しかったりとか、あとはねその耳の付け方ってこれ本の一例であって、でいろんな先生がねそれぞれのやり方でやってるし、でこう学ぼうとしてるみんなもやっぱりいろんな先生のやつを見てね、そして自分にはどれが合ってるのかなっていうのをいろいろ試してみるといいです、絶対に。でもしね僕のやり方でこれ使えそうだなって思うところがあったらどんどん真似してねもらって構わないので、ぜひね何かしら参考にできるところがあったらね盗んで自分の記述にねしてください。はい、そんなところです。でね最初にも言ったんだけどもね、ちょっと技術アップ講座の話をするとちょっとね9月もちょっと忙しくてなかなかちょっとね僕の手が開かないのでちょっと予定が狂ってしまってね、で早ければ9月の終わりもしくは10月ぐらいから犬の技術アップ講座をやろうかなと思ってます。
でね、これはね、ちょっとまた準備ができ次第ね、YouTube の方、あとね、LINE 公式の方で告知をしたいと思うので、ちょっとね、楽しみにしてた人たちはね、ちょっとお待たせして非常に申し訳ないんだけどね、もうちょっとだけ待ってください。はい、そんなところです。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた。